今回はウィリアムズを支えたエンジニア、デイビッド・ブラウンさんを紹介したいと思います。80年代の後半から90年代前半のウィリアムズのレースエンジニアといえば、デビッド・ブラウンさんですね。マンセルも担当して、プロストも担当して、短い間ですけど、セナも担当しました。誰よりもこの時代のチャンピオンたちをよく知っているし、チャンピオンたちと一緒に仕事をした人なので、彼らがどんなドライバーだったかって一番知ってる人ですよね。他の誰が話す情報よりも一番信頼できる情報だと思います。で、この人のインタビューを紹介したいと思います。改めて、デビッド・ブラウンさんはセナ・プロスト・マンセルを担当したエンジニア。95年末にウィリアムズを離脱。このインタビューは95年最後にウィリアムズを離脱するにあたって F1 グランプリ特集に載ってたものです。先にちょっと言っとくと、この人すごい優秀な人なんで、ウィリアムズがこの人を手放したのは大きな失敗だと思いますね。この1年後、ニューウェイさんもヒルもウィリアムズからいなくなりますけど、手放してはいけなかった人材の一人ですね。じゃあインタビューに戻りまして、セナ・プロスト・マンセルについてよく聞かれるデイビッドさんはこう言ってます。よく3人を比べて意見を聞かれるけど、3人を同じ土俵で比較することからして間違っていると思う。僕はナイジェルと一番仲が良かった。でもそれは付き合いが一番長かったからで深い意味はない。まずここからデイビッドさんの人柄というか能力がもう垣間見えるんですけど、むやみに他人を批評するのは好きじゃないという感じが伝わってきますよね。単純に3人を比べるものじゃないと。これまでもこの人のインタビューをちょこちょこ紹介したことはありますけど、非常に分別があって冷静な方なので、やっぱりこの冒頭の話からもそれが伺えますよね。でも求められてるのでインタビューに答えるよということなんでしょうね。彼らは三者三様だけど、闘争心の激しさとマシンのメカニカルな側面に対する興味の深さは共通するものがあった。三人ともナットやボルトを一つ刺しては、これは何のためのものとしつこいくらい聞いてきた。3人ともまずレースで戦うことへの強い気持ちと共通してメカニカルな部分にも強い興味を持ってたんですね。やっぱりこれがトップドライバーの条件なんですね。ただ走るだけじゃなくて車のことをどれだけ理解しているか、そこにも貪欲なんだというのがわかります。そうしたやりとりの中で僕自身も自分がやっていることに対して深く考えるようになった。彼らが他のチームのマシンで経験したことを聞くのも僕にとってはいい勉強だった。トップドライバーとのやりとりの中でデビッドさんも自分が何を求められてるのか、彼らに何をすればいいのかっていうのが分かるようになったわけですね。で、彼らの他のチームでの経験、マシンの話を聞くのも勉強になったと。ここでもデビッドさんの人柄が非常に分かるのが、この方は非常に優秀なはずなんですが、全然独りよがりじゃなくて、他人から何かを吸収しようという姿勢があることが強くここで見えますよね。3人のトップドライバーの話をしていますが、逆にデイビッドさんの能力の高さもだんだん見えてきます。マンセルの性格についてさらに尋ねると、少し考えてから一言で言うと頑固者かな。成功を収めたスポーツマンには多かれ少なかれそういう面がある。我が道を行く。その頑固さこそ男の愛すべき姿なんじゃないのかな。頑固と言ってますけど、わかりやすく言えば92年にチームと喧嘩になって93年はアメリカに行ってしまった。譲歩しない部分があったり、強い意志があるとも言えるし、うまく立ち回れない部分もある。そこを頑固って言ってるんでしょうね。3人とも要求はかなり厳しかったけど、出会う前に想像していたほどうるさくはなかったし、もう勘弁してくれなんて思うようなことも一度もなかった。僕としても期待されればされるほどやる気になる性格だし、苦労だなんてちっとも思わなかった。3人とも早く走るためにいろんな要求はしてくるわけですけども、デビッドさんの感覚では、もう勘弁してくれ、そこまでではなかったと。で、自分は期待されればされるほどやる気が出るので、全く苦労ではなかったと言ってます。これはおそらくデビッドさんの高い能力と素晴らしい人柄によるもので、それによって苦労だとは思わなかったってだけな気がしますね。3人ともマシンをどう仕上げてほしいのか、走ってきてどう感じたのか、どうすれば良くなると思うのか、といった事柄を正確に言葉にできるドライバーだった。ナイジェルはハンドルを握ると野獣になると言われてたけど、実際のところ全くそんなことはない。やはり3人とも共通してて、車をどうすればいいのか、今車がどんな状態なのか、それを正確に
レースエンジニアであるデビッドさんに伝えることができたんですね。シューマッハの動画の時にも言いましたけど、テレメトリーをきちんと分析したりであるとか、手段は何であるにしても、エンジニアにきちんと情報を伝えることができる。これがもう根本的にやっぱり優れたドライバーの条件なんですね。で、マンセルはハンドルを握ると野獣になると言われてたけど、全くそんなことはない。はい。マンセルというとどうもそういう評判ばかりが目立ちますよね。でもデイビッドさんはそんなことないっつってますね。彼はただドライバーとしてのいい子的な評判を築くことに必然性を感じていなかっただけなんだ。報道陣の前でマシンについて語るよりもエンジニアとだけで十分だと思っていたに違いない。でも僕も含めてチームの人間に対する態度はアイルトンやプロストと全く変わりなかった。マンセルは別に優等生的なドライバーを目指してなかったってことなんですかね。マシンについて細かく正確に語るのも、それはエンジニアとだけやればいい話で、別に報道陣に対してやる必要はないと。それはそうでしょうね。逆にエンジニアじゃない相手に語ったところで分かってもらえないでしょうからね。で、チームの人間に対する態度は、セナやプロストと変わりない。要するに、チーム内での立ち振る舞いは、セナやプロストと同じくプロフェッショナルだったって言いたいんでしょうね。セナ、プロストとマンセルの違いをさらに尋ねると、正直に言って、二人と比べると、ナイジェルからの情報は、質的には同等でも、量的には劣っていた。でも、それには理由がある。これ興味深いですね。91年、92年はマシンの仕上がりも良くて、ほとんど改善を必要としなかったからだ。マシンの出来が良ければ、黙っていてもレースに勝てるし、サーキットを立ち去る足もおのずと速くなるものだよ。確かにこの2年間は車が非常に良かったですから、特に長いミーティングであるとか打ち合わせが必要ではなかったレースの方が多かったんでしょうね。なので、デビッドさんはこう言ってんだと思います。でも、これ、マンセルはデビッドさんともちろんちゃんと打ち合わせをしていて、アクティブサスのセッティングであるとか、二人だけで綿密に話し合ったって話でしたから、でも全体的にはこの2年間は順調だったので、ボリュームとしてマンセルからの情報はそんなに多くなかったよってことでしょうね。ほんの短い間だったけど、アイルトンとの付き合いは僕にとってとても興味深い経験だったし、もっと一緒に仕事がしたかった。悔しすぎるよ。セナの担当だったわけですけど、セナは亡くなってしまったので、ほんの数ヶ月だけ一緒に仕事をしたんですね。なので、セナのことを深く理解できないまま終わってしまったんでしょう。当然のことながら、二人とも優秀なんで、素晴らしいコンビネーションで仕事をしたはずですよね。非常にもったいないです。デビッドはヒルやクルサードに敬意を払い、決して侮辱的な発言はしない。現在のドライバーたちを過去のヒーローたちと比べてみても、そこには何の意味もない。今のレースは今いるドライバーを使ってやらなければならないんだから。やっぱりデビッドさんは非常に分別のある、紳士というか、冷静な技術者ですね。過去のスターたちのことを聞かれて、最近のドライバーとの比較を聞かれても、そんなことは意味がないと。今のレースは今いるドライバーでやらなくちゃいけないんだからって言ってますね。やっぱりこのインタビューを見て、全般的に思うのが、何度も言ってる通り、彼は非常に分別があって頭がいい。しかも思慮深い。マンセルがチャンピオンになり、プロストがチャンピオンになり、彼がウィリアムズを離れる95年までの数年間、ウィリアムズが強かったのは、間違いなく彼がエースドライバーたちと組んでたからですよね。で、それと同時に、彼を手放してしまうウィリアムズの判断っていうのはやっぱりよくわからないですね。さらにこの2年前、アクティブサスを作ったパディ・ローさんを手放したのも、ウィリアムズの失敗だということを私言いましたけど、それに引き続き、デイビッド・ブラウンさんを手放したのも大失敗だと思いますね。そのとどめが翌年のヒルとニューウェイさんの離脱ということになると思います。やっぱり特にマンセルに関してですけど、世間の評判というかね、我々がメディアで見てるマンセルの姿っていうのは、実際に仕事をしてるマンセルとは別というか、我々が彼の本当の仕事ぶりなんていうのはわかるわけがないんで、曖昧な推測をしてはいけないなと、このインタビューを見て、よくわかりました。また何かマニアックな楽しい情報があれば動画にしたいと思います。はい、またよろしくお願いします。